うやって立ち上がってくるじゃないですか。はい。ここでブレーキを入れて後が全部曖昧なんで曖昧、なるほどですね。今のこのす。違うもなるほど。これはこの速度域でか、それともグリップ走行、ドリフトの時っていうか。ドリフトもですね。なるほどですね。ぐらいのリアのこれでこう外に今行ってますね、こっちに。はい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 。こう一回内に動かしたけどタイヤが食い始めるところを探すとフロントは外に行くと思うんで、そこを使うというか、そこを意識してますね、自分は。だからそこをじわっとここから外に行こうとするこの力ですね。今は外にわざと行ったんですけど、そこ外に行こうとする。その車の状態の作りなんですけど、ガーッと踏んで右ミラーの方向に車がグーッて行くような状態をずっと作るというか、ピラー方向にこう絶対向く、それができてたら多分こういうスピンはないと思うんですよね。外に行くような、多分自分の中でも今日やべえ走れてないと思う時はそれが抜けてる気がするんですよ。着地した後にガーってどんな踏んでも右のピラー、前の A ピラーの方向にしか行かない状態で踏んでる時絶対スピンしないと思うんですよ。それがちっちゃいアクセルワークの中でもあれば絶対にスピンするはずがないんですよ。姿勢ができる。姿勢って多分そのことだと思うんですけど、だから飛ばした後に踏むとスピンする状況、こうなるときってもう多分右の前 A ピラーに行く自信がない状態、それが分かってない状態、あとはもう分かればそれを意識したら私多分スピンしなくなったというか、だけどそれがアンダーステアの作り方というか、こうガーン踏んでも。さあ皆さんこんにちは。さあこんにちは。もう始めますか。もう始まってます、いいですかね。今日もよろしくお願いします。お願いします。ちょっとしばらくこのインフィールドの人っていうところで、これでちょっと合わせて走っていきましょう。はい、お願いします。最近ですね、角度を私ちょっとつける練習をしてるんで、戸惑われるかもしれないですけど、ちょっと角度私のが M シャーシですもんね、今ですね。ちょっと大きさがかなり違いますね。全然違います。ごめんなさい。そうですね。ここで角度を入れて、いやー、申し訳ない。間違えた。後ろに走りにくい走りをして申し訳ない。いえ。こんにちは。こんにちは。ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね。久しぶり今日はですね、2人で走れてるんで。そうですね。なんか今日どうですか、最近走られてますね。よく。そうですね。最近もう走りは本当今日は私2割で行こうかなと思ってます。はい、そうですね。ちょっとどうしてもまだ走りながらと、あんまり喋れないっていうね。走りながら喋るですね。これかなり難しいですもん。難しいですよね。私も独り言で言えないんですけど、なんか最近こう、なんですか、何をこう意識して、グリップ走行であったり、このドリフトであったりでなんか感じられてることっていうのは何かあるのかっていうのを、走りながらなんでゆっくりちょっと話してもらえればなと。今ですね、なんですかね、今までグリップしてて、グリップに近い状態でドリフトしてたような感じ。でそれをどうしても走ってる最中にブレーキした時に、ブレーキしてまたスロット入れる時にどうしてもグリップに戻っちゃうんで、それをグリップに戻らないように意識してやってる状態なんですよね、今。なるほどですね。でそれでちょっと走ってて思ったのが、よくアクセルをちゃんと踏んでる時の方が安定はするっていうのは分かったんですけど、何ですかね、
なんて言うんだろう、なんかだらーって感じに流れちゃうんですよね。あれが難しくて今聞いてて、はい、整理すると、うん、その唐突にグリップに戻ったり挙動がこう戻らないような走り方を、リア遠心力を抑えつけるというかとどめつけるようなイメージで走られてるというような形ですよね。そうですね。でそれ一生懸命するとこうやってスピンいっちゃう。いやそうですね。もう最初グリップ走行で走りましょう。私ももうちょっとグリップでついていい、ゆっくりグリップでもゆっくりもうそのリアを、そうですね。まずグリップ走行このグリップ走行最近してないな。グリップ走行やっぱ綺麗にまず走るところをですねやってらっしゃると思うんですけど、そうですね。私として遠心力、今言われたところで、そうですね。グリップでどうのこうのわからんですけど、ドリフトだとやっぱりその角度をしっかり入れる。やっぱ角度が入れれてないと、戻りやすいと思うんで、本当そこかなり私も今課題にしているところなんですけど、角度をしっかり入れて、そのいわゆる円の中心をフロントのヘッドライトが円の中心を向くぐらいのイメージで、それをイメージして走らせる。であとは結構多めに書くっていうところですかね。やっぱこう追走してると、あららちょっと俺もなんか話一生懸命で回ってますけど、やっぱ多めに書いてスピードが乗らなくてもいいと思うんで最初はですね、そうすることで多分唐突な動き、いわゆる戻るっていうことですかね、がなくなるのかなとは思いますけど、ですね。まず確かにですね。そのね、この塩梅が難しいんです。なるほど。なんかその自分が偉そうですけど、なんかここがわからないって言われるところがなんかあられるのかなっていうところを挙げてもらって、ちょっとなんかこう多分こう動画を見てもらってる方にもヒントになれることが、私もいろいろ今いろんな動画を見ながらいろんな人に教えてもらいながら来て、なんかこう見られてる方に少しでもこう返せれればなと思うんで、こういう機会になんかそうですね。ここの、こうやって立ち上がっていくじゃないですか。ここでブレーキを入れて後が全部曖昧なんです。曖昧、なるほどですね。今のこのこっち側も。なるほど。これはこの速度域でか、それともグリップ走行ドリフトの時っていうことですか。ドリフトもですね。なるほどですね。多分走ってるその時って毎回一緒じゃないじゃないですか。一緒じゃないですね。それがなんかもう自分の中で超っぽくなってきちゃってるっていうか時があるので、やっぱその辺がちょっとまだ分かってないんだろうなっていう。なるほどですね。どうしようかな。そうですね。これがなんて言うんでしょうね、もう。ラインそうですよね。難しいな。いや、喋りながら難しいですもんね。難しいですね。例えばドリフトだとやっぱ向きを変える、しっかり向きをしっかり中心を向きながら回っていく。もう、私も例えば今まで本当は最近も朝角だったんですね。これぐらい行ってたんで、立ち上がりの時に戻ってたんですよね。例えばこの後のところはこれぐらいで来るともう今戻ってるんですね。戻ってもうこれがずっと今までやってきました。正直こうもう戻るか戻らんかぐらいを戻る。これじゃ多分なんがダメっていうか、結局タイムを癖ってるわけじゃないんで、だったらもうちょっとセンターの方に顔を向けてあげればいいやんっていう感じで、これ向けすぎたんですけど、イメージですね。であとはごめんなさいね、ちょっとこれうまく
円の中心を車が向く、とりあえず、円の中心が向くような。であとはもう、ああ、そっかそっか。確かに。とするとアクセルが弱まっても、グリップには戻らないっていうか、ああ、うまくちょっと俺が表現できないな今。あとは最近気になってるのは立ち上がり。立ち上がりですね。もうなんかそれとセットみたいな感じになってる、ね。なるほどですね。立ち上がりはやっぱりこの外に膨らんでいく、難しいな、外側に膨らんでいく感覚、アクセルを強くかいてれば内に向かっていこうとするはずなんですよね。多分めっちゃ空転してたらこれ失敗しますよ。わざとこう内側に入っていこうとするはずですね。アクセルをもちろん入れすぎると内に回転し始めようとする。はい、まあでもそれをここからゆっくりしていく。ごめんなさい。下手くそ。外に膨らんでいくぐらいのリアのここでこう外に今行ってますね、こっちに。一回内に動かしたけどタイヤが食い始めるところを探すとフロントは外に行くと思うんで、そこを使うというか、そこを意識してますね自分は。だからそこをじわっとここから外に行こうとする、この力ですね。今は外にわざと行ったんですけど、そこに行こうとする。いっぱい書くと内側に入っていきますね。こうやって内側に入ってくる。で次こっちでもいっぱい書こうとすると内側に入ってきますね。今リアタイヤだけを意識するた話です。次少し食わせてみるとこっちに行きますよね。こっちにわざと失敗したんですけど、今のは普通に入り口入って、途中からアクセルを弱めました。そうすると空転したタイヤが食い始める。こっちに弱めていくと空転したタイヤが弱ってきたらこっちに行きます。結局グリップに戻るので、ハンドルカウンターも当ててるので向こうに曲がろうとする。それのあとはそこの頃合いを見て、これもグリップ戻りましたね今の。これ向きを変えてここでいいところで今は外に行ったんですけど、そこを出口の方向に向かって行かせる。だから結局ステアリングじゃなくて今もうほとんどアクセルだけですね。ここでこっちに行かせるというのは。で最終的にはそこをフロントタイヤも使って自分の出口を探す。でも若干こっち外側のこっちに向かっていく感じ、この感じを使っていくような感じが立ち上がりの私の一つの立ち上がり方。その円の運動を変える、アクセルを入れると内に入っていく、それを少し抜き始めると外に降下する、それをリアタイヤだけでは難しいと思うので、それにフロントタイヤで逃げる、ここでこう調節しながら、だからよく言われるアンダーステアで立ち上がっていくっていうところを作るという感じですね。こうやってですね。フロントタイヤでちょっと右カウンターで右に来てたのをちょっと左にやったりとかでこうやって立ち上がっていく感じです。こういう感じの、これが円のあれなんですけど、持ってこれが多分まずしてたかと思います。あとはなんかここから2段階に持っていくような、なんか円を2個に分けるような、ここから来たのを横に外側のタイヤにこうもうグーって移動させて、外側のタイヤでこう踏ん張っていく。あとは立ち上がり方、これも難しいですね。から1回走った後ここでトーンと外に投げる感じですね。でここで止めるみたいな。ここでこっちによいと投げるで止まる。今止まったと思うんですけど、ふわって投げて止めた。で実際止まらないんですけど、こっちでもここから加速してふわって投げるで止まると思うんですけど、ふわって投げてザザザっていったところを直線につないでいくような、
こうですかね、今投げて、で、立ち上がっていく。はい。はいはいは立ち上がり私2個、大きく言うと2個かなと思う。ああ、ごめんなさい。ここから、ぐーって投げて、縦に繋いでいくみたいな。はい。で、これを、そうですね、今この M シャーシでちょっと、今ずっとやってるんですけど、はい。これが車の、懐の深さじゃないですけど、余裕が生まれると結構成功しやすいので、なんか分かりやすい車っていうか、ぐって移動して、ここで踏んでいくって感じですね。ああ、今いい感じかもしれない。まずはここで旋回、立ち上がり、違う。飛ばした後の着地のところからかなり円運動を始めると、最初に言った立ち上がり方に私は切り替えるんですけど、着地の時に横にぐっとこれた時は、飛ばして、横の2つのタイヤを使って立ち上がるやり方。だからそれを、瞬時に自分の中で使い分けているようなイメージかと思います。ちょっと最初に聞いてもらった、ピクピク動く、いわゆるグリップに戻るか戻らないかの話からちょっとずれたところがあるんですけど、立ち上がりとしては、今のやり方で立ち上がってもらうのは、ドリフトがこう戻ったりしないのことが一つと、あとは、どのように立ち上がってるかの、二つだけかなと今のも思ったんですけども、その二つで分けるかなと。結局それ、どっちもつながりますもんね。つながるんですよね。そうです。結局そうなんですよね。難しいな。多分リアタイヤがそのグリップに戻らないっていう考えは結構多分薄々感じてる人が多い気がすると思います。何度かもちろん角度を入れて旋回した方がグリップには戻らないよねっていうか、進んでる方向と自分の車が横向いてるので、浅かったらすぐフロントが自分の進んでる方向に向きを変えればもうグリップに戻ると思うんですよね。でもだったら角度を入れとけば戻らないよねっていうのは多分誰もが分かることかなと思うので、じゃあそれをどうやったらやりやすく、どうやったら成功させるかっていうと、向きを変え始めてる時の車が横にこういわゆる車を投げる瞬間っていうか、の時にアクセルの入れ方、じわじわと私は早く入れるようにしてるんですけど、ブレーキをバツーンとかけるんじゃなくて、グッとかけてリアタイヤを向いて向きが変わり始めたらもうすぐアクセルを入れ始める。自分は多分昔やっぱこうずっとブレーキをかけてるの多かったんですよね。今まで。どこでもこうしてもうブレーキをかけてこの辺からこうしていく、多分多いと思います、こういう走らせ方してる人が、こう入れてこういわゆる、もうリアタイヤの摩擦はもう回復を待つみたいなじゃなくて、難しいこと言ってください。向きを変えたらもうこうじわーっと開き始めるというか、向きを変えてもじわーっと開き始めてるんですけど、そのスピンしますよね。こうしたらスピンします。まずスピンを、車をスピンさせます。スピンします。スピンするということはリアがフロントを追い越しているからスピンする。でも先にアクセルで着地させればスピンしなくなる。いわゆるなんでブレーキをずっとかけてるよりもちょっとかけ始めた方がリアが止まるんですね。なので追い越してしまうっていうところで止めてしまえばいいのかなと思ったんで、私はそのアクセルの入れ方っていうか、かなりもちろん入れすぎる入れると、なのでそこはもうじゃあどのくらいっていうのはもう車によって違うと思うんですけど、すぐ入れる。今早く入れすぎたんで多分角度がつかなかったと思うんですけど、この辺だと思ったところでちょっとうまく走りきらんな思ってますね。ごめんなさい。ここでこう入れてしまう。こんな感じで角度を決めて自分でこの角度でいいかなっていう思うところでアクセルを入れる。まずこれが角度ですね。
ごめんなさい。ああ、失敗した。そこが多分その旋回する一番の入り口かなと。はい、あとはそこをこうコーナーをうまくアクセルワークでつないでいく。で立ち上がるのところですが、なんか自分喋りすぎましたけど、なんかここはどうなんですか、なんかちょっと意味が分かりませんとか言ってもらうと、またなんか自分もなんか違うのか。そうですね。まず横向けてのからのアクセルの入れ具合っていうのが、はい。なんだろう、入れる量っていうか、それが毎回バラバラだと思うんですけど、それがまだ自分の中で定着してないですね。なるほどです。それぐらいっていうのは多分今それからそこを探ってる状態で。そうですね。走っていただくこと大丈夫ですか？いいですか？ちょっと今の周りでよろしいんで、ちょっと走って。これね、スピンをするので、そこでいつも思うんですよね。あんまりないんですよ。向こうなんですよ、いつも。それああいうところですね。出してもらったのを見たのと、イメージと、自分がコーナーを回ってる時のポイントというか、ちょっと荷重がどっち方向という説明はちょっとまた今後にすると思うんですけど、なんか、向こうで着地して、多分ですね、運転席で、自分の右前ピラーの方向に行くようにしか感じてないと思うんですよ。とりあえず向きを変えてわーって踏んだ時に、もうその車の状態の作りなんですけど、ガーッと踏んで右ミラーの方向に車がグーって行くような状態をずっと作るというか、ずっとというか、加速着地した後、もうこれは車のした後にここでこうグワーって踏んで右ミラーの方しか行かないと思います。自分がアクセルを開けまくっても右のピラー、右のピラーまでしか行かないと思うんですけど、この状態が多分アンダーステア状態、いわゆる、グワーッと踏んでも多分その外側、内には巻かないような状態、これを作って、でもう一回こう向きを変えてもう一回踏んでっていうか、その多分多角形で繋いでると思うんですけど、あそこのちっちゃい中でも3回ぐらいで、ここでもこっちでも来てガーって来てガーって来て、で片手のところにガーッとやっぱピラー方向にこう絶対向く、それができてたら多分こういうスピンはないと思うんですよね。外に行くような、その多分自分の中でも今日やべえ走れてないと思う時はそれが抜けてる気がするんですよ。着地した後にガーってどんな踏んでも右のピラー、前の A ピラーの方向にしか行かない状態で踏んでる時って絶対スピンしないと思うんですよね。それがちっちゃいアクセルワークの中でもあれば絶対にスピンするはずがないんですよね。姿勢ができて、姿勢って多分そのことだと思うんですけど、だから飛ばした後に踏むとスピンする状況、こうなるときってもう多分右のA ピラーに行く自信がない状態っていうか、それが分かってない状態
あとはもう分かれば、それを意識したら私多分スピンしなくなったというか、だけどそれがアンダーステアの作り方というか、こうガーガー踏んでもピラー飛ばして、で例えばそれだけをやるともうこうやったらで左右前左前ってちょっと大げさにすると右ってしてもこれだ右のオフでいいと思います。もう100か0、100で踏んでも右前の A ピラに絶対行く状態をなんか作れたらただもう100か0で100か0です。100か0でいいと思います。びっくりしたで100か0です。まあその車のエンドポイントはあると思うんですけど、私は多分これ100か0が大体100で踏んでもスピンしない瞬間、車の姿勢の状態、今だみたいな時ですね。そのこれあと今でもなんかさっきより絶対なんか姿勢が安定してるっていう意味ではめちゃくちゃあると思いますね。そう最初多分ビクビクなってもしょうがないと思うんですよ。それはもうそれでもういいと割り切ってオンカフで、そうしたら最後振る前の左ピラーに来るところもそれでガーってアンダーで作れるようになってくると思うんですよ。なんか今俺は斜め前に絶対車を推進させるだけの違うそうですね。なんか全然違うと思いますけどね、私さっきと車の安定感っていうか踏んでる感が。そこの意識だけでなところっていう感じですよね。そうですね。それの話ですよね。でもいい状態のイメージが多分隊長がそういうイメージっていう。でそのやっぱ最初一時前はなんかみんなで議論してアンダーステアですね、オーバーステアとかいう話をしてたんですけど、それを自分の中で一番こう理解しやすい状況を持っていくとそのイメージだったんですよね。ガーって踏んでもこのピラー方向、今の本層自分のギアボックスからそのピラー方向の方にどういう状態でも今100で踏んでもそこにしか行かない状況だから飛ばす前のこう振っている時もそこでそれのなんかこう全開で踏んでも暴れない状況のところであそこ旋回させる、ほとんどそれですね。じゃあそれじゃあ旋回できないじゃんって話になるんですけど、そこはそのやっぱピッチングをうまく使っていく、とか、でどうしても前に変えてるんで、絶対に前に変えてるんで回ってくるはずなんですよね。ですね。そのどんななら車がピラー方向に進むからって言ってずーっと平行移で進むはずがないんで、それは絶対無理ですね。タイヤがこう後ろもステアリングが切れてないんで、絶対車の前方向にギアは書いてるんで、絶対 R ができるはずなんです。それで足りないところをピッチングを使ってこう足してあげる。そうすると私的にスピンはしなくなると思うんですよね。その感覚が。でもやっぱみんなと走ってるとそれを私も忘れるんですよね。そうするとこう回ってしまう。だから結局その感覚を常に作る余裕を作るためには、そこの練習ですね。なんか思いますね。ピラーはイメージが分かりました。ピラーで、とこっち振ってくる時もピラー方向にグーッと車が出てくると思うんですけど、左の時もピラーっぽい、ピラー寄りになってピラー寄りになると思います。そうです。それを多分ガツガツもオンかオフでなんかだけどなんかこうみんなタイヤ温めたりする時にもこうバーッと踏んだりなんかさす時も私はそういうイメージに見えたんですよね。なんか
じゃないとこういう踏み方しかできないと思うんですよね。じわーじわーじゃなくて、振ってバー振ってバーって踏むっていうか、それがそれをなんか円でも使えばいいじゃんみたいな感じだった。難しい。なんか分かりやすい。それが向こうのカーブで決まる、そこら辺からガーって踏んで立ち上がれた時がやっぱかっこよく見える気がします。本当にこれがいいですね。もう本当ですね。いや、こっちの方が多分メリハリがあってかっこいい気がするんですよね。そしてそうさ、ぐーっとでこう持ってここで、いいですね、いいですね。すごい形すごい。間違えた。何が一番いや、なんかこれいい感じですか？この説明で、分かりやすいですか？これ分かりやすい。よかったです。何が分かりやすかったピラーっていうのがもうなんでしょうね。今までそのピラーの方向っていうのは全然考えてなくて、そのやっぱり車を見ちゃってるその向きのその感じだけでやろうとしてたんで遅れてる感じなんだなっていうのがついた後に思いました。ただピラーを意識しとけばなんかそれ行き過ぎるともうこれ以上無理なんだなっていうのが分かるんで緩めれば戻るし、でもそのピラーをイメージして走ってるとそっちを行かせようとすると踏んだってそっちの方向にしか行かないよ。なんかでこれその斜めにこう加速していってる中でも、後々なんか調整っていうか、そこが今多分走られて見てる中ではその状態を作る、なんでこうガードレールに寄ってしまってるって感じですけど、そこでまたそのコースのなんですかラインの調整を多分余裕が多分出られると思うんで、そこで全部をつないでいく、全部をつないでいく。だからもうドリフトしてる時って私そうなのかなと思いますけどね、いわゆるグリップに戻さないで一周走る時っていうのはどっちの方向かですよね。もうこっちの方向、右なら右で行ってるで乗せ替えて左の斜めのピラーの方向に車がぐーっと進んでいく。で車を飛ばしてまた右側の方に、それのこの連続をうまくこの使っていくようなイメージかなと思うんですよね。アクロバットな、かっちょいいな。走ってて一番向こうが一番それが一番分かりやすい。いやもう思います。私向こうの方が好きかもしれないですね。こっちもですけどあっちの方が楽しいです。今まではそれを横抜けて旋回してアクセル踏まないと向こう外に行こうかするんで、向きを変えるためにアクセル入れてっていうのを意識しているので、最初からその飛ばした後にアクセル入れすぎてスピンするっていう。そうですね。でこれを同じくしておくとその加速する方向が決まってくると思うんで、ここでならどのぐらい向けておけばいいのかっていうのがなんとなくこう分かってくるっていうか、コースでこれぐらい見とけばあとはガーッと踏んでくれば絶対ここまで立ち上がるよなみたいな、こうした後この後のこの辺もどの角度で踏んでいけば、このコースだったらどこまでつながるよなみたいな。いやーごめんなさい、ちょっと私も情けない走りしかできそうなんけど、あとは
やっちゃいましたね。でもよかったです。なんかそういうことをなんか考えてる気がします。スピンしないようにするにはですね。あとはそれはなんか慣れていくと滑らかにつなぎたいかなと思って、実写の重量感を出すにはやっぱそのごめんなさいこう何回も戻ってたら仕方ないんで、アクセルでモーメントを押し込んで、唐突な動きがしないようにするとかなりリアルな走りができるのかなと思うんで、私も練習してきます。はい、これちょっとイメージして練習したいと思います。ちょっと意識していただいて、